こんばんは。始まりましたリュースタ TV 第29回放送です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日 MC を務めます、龍が如くスタジオプランナーの樋口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてはい、お待たせしました。HK の頃です。よろしくお願いいたします。お願いします。そして龍が如くスタジオ代表制作総指揮の横山さんです。あ、どうもこんばんは、横山です。こんばんは。はい、龍が如く8発売して2ヶ月経ちましたが、いかがお過ごしですか、横山さん。2ヶ月は経ったのか。2ヶ月経ったか。あれ。そうです。1月20あ、そうかそうか。はい。はい。2ヶ月。ちょうど。いやもうでも半年ぐらい前に感じますね。半年ぐらい前に。いろいろありすぎたこの2ヶ月間。確かに。社内的な話なんで言えないけど。あ、なるほどなんか忙しかったんで、はい。はい。あ、確かにハワイアンズとかも行かせてもらいましたね。あれ何ヶ月ぐらい前っていうか1ヶ月ぐらい前。1ヶ月ぐらい前ですね。まだ1ヶ月しか経ってねえのか。早いんです。早い。皆さん動画見ていただけましたかね。あ、動画ね。はい。代わりの予告。はい。あれ本当はね、行ってる最中で3時間ぐらい。そ車。の今長尺作ってるんでしょ。はい。うん。僕はノンカット版見ましたけど、マジで3時間喋ってました。おお。ずっと車の中で。あれ相当面白いと思いますけど、そのうちメンバーシップ上がると思うんで。はい。はい。お楽しみにということで。よろしくお願いします。はい。お願いします。はい。というわけで今回のコメントでハワイアンズで横山さんとすれ違いました書いてくださってる方がいますね。1日しか行ってないですよ僕。そこあの日にお越しいただいたんですかね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ハワイアンズ、はい。樋口さんは行ってない。私は行ってないですね。あ、木所さんはね。2回行きました。あ、2回。2回。なんかあなたこう平泳ぎしてる動画がなんか結構再生回数いっててびっくりしました。本当です。ありがとうございます。泳げるんだね。はい。バタフライもやったんです。そうなんだ。バタフライもバッサリ。バッサリ勝った。平泳ぎの方が面白かったんじゃない。そうなんだ。はい。はい。はい。ありがとうございます。では今回のリュースタ TV も龍が如くの情報をたっぷりお届けします。今日は後半に重大発表もありますので、なんかコメント欄がすごいことになってるんですけど、皆さん注目してます。本当の重大発表って RGG サミットとかでやるんで、はい、そんなもんだと思っといてくださいね。ちょっと先にね待たせすぎて煽りすぎてなんだよって言われたら嫌なんで、はい。本当の重大発表は RGG サミットとかでやりますので、はい。ちょっとした重大発表。ちょっとした重大発表、番組最後にありますので、ぜひお楽しみになさってください。はい。それでは本日のラインナップの紹介です。はい。龍が如く一問一答最新グッズ紹介、はい、そして重大発表、はい、あといつものコーナーもございます。よろしくお願いします。でこちらの龍が如く一問一答っていうのが新コーナーですね。はい、今回稲見さんお招きしてやっていこうと思うので、この後登場が楽しみですね。はい、ということで、はい、じゃあ早速いきますか。はい、はい、早速参ります。してらっしゃいますからね。はい。ではそれでは早速最初のコーナーです。参ります。龍が如く一問一答。はい、それではスペシャルゲストをお迎えいたします。本日のゲストはこの方です。こちらへどうぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、龍が如く8富士宮千歳役の稲見杏樹さんです。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。すごいですね、コメントが。ごめん、ちょっと煽りすぎたかも。やべえな。すでに後悔してるじゃないですか。そうしてもうどうしようと思って英語のコメント多いよと思って。嬉しい嬉しい。でもちーちゃんって全員ちーちゃんファンですよ。そんなことはないですよ。それ稲見さん待ちだって。勘弁して。稲見さん待ちです。勘弁して。では改めまして、はい、自己紹介させていただきます。龍が如く8で富士宮千歳役を演じました稲見杏樹です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すごいですね。これね。このスタジオ超嬉しい。これ写真撮って帰るな。はい、ありがとうございます。いいですよねこれね。めっちゃかっこいい。いいですね。かっこいいんですけど、ちょっと樋口さんにカメラアングル映すとあれなんですよね。ちょっとドアのところが見えちゃう。はい、一回閉めてもらって。だからもうちょっともうちょっと針を横の壁までやろうかなと。かっこいい。だって電気とかエアコンのとこまでこのそうなんですよ。ちゃんとすごい。まあそこはね職人さんがめちゃくちゃ頑張ってくれたらしいですよ。すごい。龍スタよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それでですね、今日稲見さんにこう登場していただくコーナーがですね、龍が如く一問一答っていう新しいコーナーでして、稲見さんが初回ゲストとなります。ビビってます。あ、これレギュラーコーナーなんだ。はい、ってことですよね、きっとね。これから一問一答いろんな人でやると。龍が如く8とセブン外伝に出演していただいた方々に出てみてどうでしたかっていう一問一答をしていくっていうコーナーで今後もあるそうなので、1回目にして最後のゲストかもしれませんけども、そうでしょう。もう来月来てくんながら終わっちゃうから。確かに。じゃあその度に出ますわ。その度にね。第2回目もゲスト決まるまで出ないといけない。こいつまた来た。聞いても聞いても聞き足りないということで、質問変えてもらってね、いつでもピンチヒーターで来ます。はい、よろしくお願いします。では早速一問一答を始めていきましょう。稲見さん、テンポよくお答えください。かしこまりました。では最初の質問です。どうぞ。はい、龍が如く8に出演した感想は？はい、嬉しさの中にずっと緊張がもう残り続けてるような感覚です。龍が如く8に出演して周りの反響はいかがでしたか？舞台役者仲間からめちゃくちゃ連絡来ました。稲見さんから見た龍が如くスタジオの印象を教えてください。どの方にお会いしてもですね、本当に優しくて丁寧ですごく丁寧にアテンドもしてくれてますし、なんかこう一緒にお仕事をする上での熱意が常に伝わってきて嬉しい気持ちになります。富士宮千歳の第一印象は？見た目めっちゃクールで腹筋すごっと思いました。富士宮千歳とご自身の似ているところは？ね、瞳です。富士宮千歳の好きなところは？好きなものを無邪気に好きと言える、ちょっとでも小さな心の隙間の余裕があることが好きだなと思います。龍が如く8に登場するキャラクターに1日だけなれるとしたら誰がいい？足立さん。龍が如く8の極み技で一番好きな技は？ワイルドダンサーの北条の仮面が好きです。いいですね。これ好き。それでは最後の質問です。龍が如く8をプレイした感想を教えてください。これもどこまで言っていいか分かんないですけど、展開の中にあるこう二軸で交差していくようなストーリーが私はとても素敵だなと思ってます。ありがとうございます。質問は以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。一つ一つ振り返ってみましょう。まず最初の質問ですね。龍が如く8に出演した感想はということで。これもうそれこそオーディションの話とかサミットでさせてもらったと思うんですけど、そこからというものをやっぱ収録しててもそうでしたし、ずーっと発売して今もどう届いているのかというやっぱ緊張っていうのがずっと続いてますね。なんかすごく嬉しいけどどうなんだろうっていうのがすごいドキドキしてます。だから今日コメント欄みんなもちょっとドキドキしてました。ちーちゃんは新キャラクターでしたし。そうですね。あと進展具合によってもこうちーちゃんの印象って多分相当違うので、そこもあると思いますね。緊張してました？決まってから。一番見てるじゃないですか。もういやいや、決まる瞬間までは緊張してたなと思うんだけど。そこからは。そうだからオーディションっていうかね、選ぶ過程は僕がまあ選んでるから。そうですよね。知ってるけど。その撮り始めてからはもう多分のびのびとやってたんじゃないのかな。でも楽しかったですけど、やっぱなんか何やっててもそうなんですけど、一言目って全部緊張するんですよ。そうなんだ。もう心臓バクバク飛び出そうぐらい。でもなんかそれがこう地味に継続してる感じですね。収録何回ぐらいありました？そうだったでしょ？いや、そんな多くなかったんですよ私。あ、そっか、ミニゲームそんなねえからか。そうかも。全体で5日とかぐらいだった気がします。あんなもん収録始まっちゃってからは。そうですそうです。歌も合わせて。歌も合わせてでも5日ぐらいだった気がします。それじゃちょっと少なめ。少ないですよね。多分他の方のお話聞いてるともっと多分長く、台本量もそうですけどっていう印象があったので。もう黒田さんとか中谷君とかね、特に黒田さんはどれくらいなんですか？いや、てかもうどれっていうか、あの時外伝と8ともっと言うとね、そのなんかそのあたり、あとなんか他のナレーションとかいろいろ撮るじゃないですか。そうですね。TVO とか。だから今日俺どっちみたいな。外伝みたいな。それとも確かにみたいな感じで、いや並行してた、被ってる部分があるんです。そうですね。ほぼそうでしたよね。で8の方が正直先に作り始めてたんだけど、外伝とまだ被ってて、で8で
歌はまだ撮ってないとか、いろいろこう被ってて、台本やっぱ間違えてるからもう両方持ってくるとか、そういう感じでしたよ。すごいわ。私もう8でも結構いっぱいいっぱいでもうずっとグッてなってましたけど、やっぱお二人すごい。いやだからまあ回数そんな中谷君とかも、中谷がセブンの時が年間50回だったね。すごい年間50回ですか。1年の何分の何っていう。すごい。1年で52週なんですよ。だから正月休んだぐらいで週 1? レギュラーにしてた毎週何曜日の夜みたいな感じでやってて、そうてか毎週金曜だったのかなあの時。だからほぼなんか飲み会にいるんだよいつも。金曜の夜とかそれこそチームの飲み会とか入るじゃないですか。あ、そうですね。普通にいたもんねいつもね。そうですね。いらっしゃるなんでみたいな最初皆さんそんな反応じゃないじゃないかお前も。違うんですよ。最初普通じゃねえか。中谷さんがって言ってみんな緊張してるんですけど、なんかだんだんチームのメンバーみたいに。これ今ね気使ってしゃべってますけど、そんなことないです。最初中谷さんだって気づかないでみんな普通に飲んでたんですよ。最近チームに入ってきた人かなぐらいで飲んでて、新規の方かな1時間ぐらいしてから俺が「ちゅうかみんな普通に話してるけどこれ春日一番だよ」っつったら「えっ?」て一回空気止まったの。協力会社としてはないんですけど感じの雰囲気だった。それはやばい。それやばい。中谷さんほらでもねわからないじゃないですか。普段着もあれだしオーラ消しがちだから。だからその黒さんとかもうわかるんですよ。普段の格好もああだし。めちゃくちゃかっこいいですからね。そう衣装がないから私服じゃん。だからマジかっこいい。わかるからあれだけど。確かに中谷さん温かい感じのねお人柄も。5回か。だからオーディションとか含めてトータルで7、8回とかなのかな。そうだと思います。だから思ってるより全然少なくって、でもそれでもすごい緊張の思い出が深いので、それだけやっぱもう刻まれてます自分の中に龍が如く8が。思いますね。はい。ありがとうございます。はい。では2番目の質問に行ってみましょうか。はい。9問ありますから。はい。龍が如く8に出演して周りの反響はいかがでしたか。これめちゃくちゃ舞台役者仲間から連絡来てですね。まあもちろんサミット後もそうだったんですけど、最近クリアしたよ連絡がむちゃくちゃ来るんですよ。あるある。はい、来ますよね。来る来る。クリアしたよ。ちょっとあんちゃんクリアしたよって。むちゃくちゃ面白かったって。もうそれこんなライン来るよね。それは長い。もうできます鬼越の酒井君とかなんかもう20年間の歴史から全部入ってんじゃねえかみたいな感情が高ぶりすぎて大好きだからやっぱり1万字以上じゃないですかみたいなすごいそれは熱量すごい熱いやつが来るけどめちゃくちゃ嬉しくないですかやっぱりそれこそ私とか同業から来るので、で結構もうそういう連絡をくれる子ってみんな龍が如くずっとやってる同じような感じの仲間が多いんですよ。なのでなんかやっぱそういうところになんか歴史を感じるし自分がそこに参加できたことをすごい嬉しいし、あとやっぱ会社の私ソニーミュージックアーティストなんですけども、会社のスタッフさんが龍が如く大好きな人いっぱいいるんですよ。なんか常に進展状況を会社に行くたびに言われてました。あ、今ちーちゃんこんな感じでとかって言ってくれてて今回ソニーミュージック大活躍だから、ね、確かにそうですね。都合何人もありますからね。確かにそうですね。考えてみればそうかも。なんだったらちょっと癒着あんじゃねえかぐらいたまたまなんだけどね。そうすごいですよね。マジすごい。びっくりするぐらいだからでもそれすごい嬉しいなと思って。主要出演陣にね多いかもしれないですね。みんな担当違うけどね。全然会ったことないしみたいな。そう別だけどそうすごい貴重で嬉しかったですね。はい。ありがとうございます。はい。では3問目、稲見さんから見た龍が如くスタジオの印象。はい。これねもう言葉通りなんですけど。丁寧。ですか？なんで一番疑問なんですか？本当私が一番無礼なんじゃないか。無礼と丁寧は別ですから。まあそうですけど、いや本当にね、いろんな人とやっぱ関わりを持たないと得れない経験ってあるじゃないですか。でやっぱ龍が如くシリーズってすごい長いからこそいろんなゲストの方だったりとかいらっしゃる中で俳優さんとかやっぱそれをすごい感じるぐらいすっごい丁寧だなと思います。まあでも慣れてるかもしれないですね。そうだと思います。普通のゲームメーカーとかそう多分違うとちょっと違うでしょうね。僕らまあこの20年ぐらいね。そこがやってきてる人たちが出会っ
った時からいや石原プロに鍛えられましたよさすがですやっぱり、もう本当に確かに一本遅刻したらもう終わりですからこれは、間違いないそうですよね。言いたいことは言った方がいいけど、遅刻とかもなんかもうそういうのはダメなあとは出されたものは食べるとか、全部食べるみたいなね。お弁当めちゃくちゃ美味しいですから。うち弁当うまいはずすごい。私もこんな弁当が現場に入ってきてこんなペイペイに用意されててどうしたもんかと思いましたもん。もう芝居で返すしかないとかもう集中して全部で返すしかないって私はすごい思いました。そのお弁当を見て。いやこれねご覧になってるもしゲーム業界の他社の方とか、社内のチームの方いたら、弁当なんかでこんな喜んでくれるんだったらマジでケチんない方がいいですよ。俺これ前から言ってんの。弁当はめちゃくちゃうまいのを、食わしとけっていう言い方なんですけど、でもそうわかりますよ。食べていただいて、はい、飲むからあと持って帰ってもらえばいいじゃん。だけどそれだけでテンションって上がるのよ。そう。いや本当にそう申し訳ない本当にそう現場そうじゃん別にうちに限らず。そう俺まずいの結構やっぱテンション下がるから自分もだからたかが1000円上乗せぐらいでみんなのテンション上がってクオリティ上がるんだったら全然その後飲みに行くより安いから。いやだからね本当にこれがすごいことなんだと私はすごい思ったんですよね。お弁当本当もうねすごいいろんなおかずが入ってご飯もちょうどいい量で腹パンパンになんない量のご飯わかります、本当にでちょうどいいものを用意されててでよかったらマネージャーさんもなんて言ってくれマネージャーの分も全部用意してあるからねうちはね。そんな現場ね正直で持って帰れるように袋も用意してある。龍が如くスタジオはお弁当が豪華と。これは自信ありますよ。いや本当に自信あるっていうか俺がとにかく美味しいのが好きだから。僕も食べるんで、でもそのモチベーション1個あるってで知ってもらえてるってだけで、やっぱ役者としてはものすごく贅沢なこと、お弁当があるだけでも贅沢なのにその愛と意志を乗せてもらえてるってことがすげえ感動したんですよ。多分5回だったら5回全部被ってないはずなんですよ。1回も被ってない。そうでしょ。はい、それは記録してるやつがいてちゃんと肉とかいかないようにこうなってるはず。すごい。しかも選択肢もお弁当の話ばっかしちゃって申し訳ないけど本当にこれ普通じゃないんでやっぱすごいことなんですよ。お魚もあります、お肉もあります、お野菜もメインでお好きなものよかったらないそんな現場はない。そうねうち単品じゃないからね全部種類用意しといて食べれるように。信じられない。でもねちょっと話ずれるけど、最近海外のそのいろんな方と会食する機会とかでも海外なんてその日じゃないですよ。だって豚食えない、そうですね、豚食えない、何食えない、私ベジタリアンですみたいな、もうそうなるとビュッフェとか行くしかねえもんね。みんなでそう本当うちのセガオブアメリカってアメリカ法人のやつでもみんなこうやってきた時に全員に何食べれるのって聞くと肉は私食べれないとかで焼肉なんか行っちゃったらもう最低じゃないですか。最悪ですね。そうなるともうちょっと高級なね美味しいビュッフェとか行って食べっかとかそういうなんか気遣いってやっぱやるですよ。でもそれってやっぱ大事じゃないですか。でもそれができることも簡単じゃないのも事実なんですよ。確かにね。そう人へのその心遣いと気配りというかがやっぱねとんでもなくてね。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなこと言ってここまで褒めていただけたらもう嬉しいですね。すっごい感動して一生覚えてます。で語り継いでいこうと思ってます自分で。私はあそこはすげえぞっていう本当。で自分でも。ちょっとでもそれでうちに来た時やばい弁当出された人いたら俺ってそういう感じなんだみたいな。そんなことない。でも自分でもやっぱそういう現場作りをしたいと思うので、例えばじゃあ自分が主演で舞台やるってなったらこういう風なものにしようとか、ポッと見るこういうのを選ぼうだとか、ライブとかもそうですけど、なんかこのリュースターさんに入って改まりました自分の心が。何でもかんでもカレー入れときゃいいとかそういうことじゃないよっていう。カレーだって本番前食べたくない人いるよとか。でもね、そうその高さじゃないからね。カレーが好きって人もいるから。そう人によってだから。そうなんですよ。やっぱ好みなんで、そういう風にやっぱ気遣っていい現場って作っていくもんだなっていうのをすごい改めて勉強させてもらいましたね。やばいみたいです。2問目でもうこんなしゃべって。本当ね、私よくない。本当喋っちゃう。いいんですよ、いいんですよ。では次からはちーちゃんの関連の質問ですね。はい。富士宮千歳の第一印象は。はい。こちらね、プレーの進捗状況にっていう方のお話をさせてもらったんですけど、今日どこまで話せるか分かんないなと思ったので、一旦見た目のお話がいいかなと思ったので、私は最初やっぱ黒一色に包まれてた彼女の立ち絵を見ていたので、
あれなんかすごいかっこいいしすごい凛々しく映ってたので私の目には、なんか結構クールで気取ってる系なのかなとかいろいろ考えたんですけど、よくよく見ると腹筋すっごい鍛えてるなみたいなだからすごい動けるアクロバティックなモーションとかがある子なのかなって思ってで蓋開けてゲームやってみたらやっぱそういうモーションすごい多くて、結構感動しました。嬉しかったというか自分の印象感というか。すごいモーションすごいっすね。ちーちゃんはモーション本当に綺麗ですね。すごいですよね。ダンスができるみたいな設定があるんで、ね、ダンスがすごい好きっていう設定の中なので、いやでもちーちゃんは苦労しましたよ。服装も含めてすんげえやり直しした。そうなんですか。いやだってやっぱサイコっていうのがもともといて、そうですね。でうちら男を作るのはめちゃくちゃ得意なスタジオなんですよ。ですけど歴代女性キャラが可愛くねえって有名で。でまあちょっともうムカついてたからもう最近女性キャラ超気合い入れて、いやむっちゃ可愛いですよ。それこそ女性スタッフも多いから作ってる人たちに、確かにそうです。もういやもう可愛いの作れますよっつって頑張ってでまあサイコを1回前回ね作ってでまあソンヒサビキャラで作って今回まあソンヒもパーティーメンバー入りますとた時にその3番手じゃないですか。そうですね。これどう差別化したらいいんだろうみたいなとかだから動きもそうだけどまあ年齢も違うしで格好もねすごい時間かかったフィックスするまで。もう何パターンも最初腹とか出てなかったりとかいっぱいいろんな服作ってで髪型もこう編み込みとかも途中なかったり。なかったんですか。私見た時なかったですもん。で話の途中でさらにこれまあ後半やってないことあれだけど髪型変わるじゃないですか。そうですね変わりますね。バッサリいくじゃないですか。あそことかも最初は予定してなかったからあれシーン作る時にいやどうしましょうって話だけどいや髪変えたらってもうバッサリっていう話でやってるからでもそれってなんだろう最初のキャラクター桐生みたいに歴史があるキャラクターが白髪で単発ってもう変えられる彼が有名人だからけど初回のキャラの髪型変えるってパブリックイメージ変わっちゃうからその後愛着が変わっちゃったりとかその視認性が悪くなるというか同一キャラと思えないとかいろいろあるから迷ったんだけどもうストーリーのためにやるしかないっつってバーンってまあへえそうやるじゃん。なんだ。だからそれであと日本戻ってきた時に今度寒いから格好がちょっともうボンバージャケットとか MA1 みたいの着るでしょ確かであそこで髪型変わってるわボンバージャケットになるわ同一キャラクターって見れるかなみたいな結構ガラッとですもんね。そう考えながらすごい作ってめちゃくちゃやり直した。わあ嬉しい。なんかでもそうやってたくさん考えてくださってるからこそじゃないですかやっぱり。まあ大変でしたよ。しかもちーちゃん役どころもね行ったり来たりだから。そうね。何も言えない。何も言えないけどそうなの。でもすごいやっぱでも素敵って言ってくれてる人も結構いてありがとうございます。嬉しいですね。はい。ありがとうございます。で5問目、藤宮千歳とご自身の似ているところはって瞳。これもね性格のこととかあんま言えないんででもすごい自分が8をプレイしててどんな気持ちになるかなと思いながらプレイしてたんですけどその中で彼女の目が特徴的に映るシーンが結構あるというかアップになった時にその目にキャッチが入ってるところに私すごく惹かれてなんか収録してた時もちろん映像見ながら当てたりとかもしたとこもあるのでそんなにこう瞳っていう印象じゃなかったんですけどゲームやった時にやっぱ PS5 でやってあまりにも海とか綺麗じゃないですか。その中でちーちゃんの瞳に見つめられた時に一番視点で結構ゾワってしたんですよね。で私結構芝居してても目に力があるとよく言われることが多いので目力あるよね。目がでかいだけだと思うんですけどそうすごく目にフューチャーされることが結構多いのでなんかそれで自分と似てるところって言ったらそこかなっていうのはすごい感じますね。なんかあそこまで目をちーちゃんも目強いもんね。そうですね。目に引き込まれるって変な話こうついでお芝居してて目に引き込まれるは分かるんですけどやっぱ龍が如くの作品でそのゲームやってて目に引き込まれるっていっぱい今までも経験してきたんで桐生さんの目とかやっぱいろんな人のっていうことを考えるときにやっぱちーちゃんにその力をすごい感じてめちゃくちゃ嬉しかったです。一ファンとしてめちゃくちゃ感動したというか彼女にもこういう風なこう見せ方っていうかなんていうのかなシーンをいただけてるっていうことがものすごい嬉しかったっていうのはやりながら思いましたね。めちゃくちゃ感動した。
どういう気分なんですか？自分の声でやってて。やっぱ、ずっとでこの顔ずっとちょっと照れくさい。あ、そうなんだ。こうやってもじもじしながらやってて、こう収録したなみたいな。そうもういろんなことを思い出すんですよ、シーンが来るたびに。いや中井さんとかにも聞いてみたいんですけど、やっぱめっちゃ思い出す。うわ撮ったわ、あったこのシーンみたいな。いやもう忘れてるんですよ。人によってですよね。何も考えないって人もいれば、すげえそればっかり考えちゃうって人もいるし。でもいい文化もしれないです。やっぱリュウ大好きだから、そのやる楽しみも十分あるじゃないですか。もうそれだけでも楽しいのに、自分がクレジット出た時のやばかった。もうね。頭のオープニングのオープニング出てあれ見てるじゃないですか。だって出てんだもん。だって最初見せた時にもう泣きそうだったんだよ。最初ね、俺の部屋で見せたのよ。会社で俺の部屋で打ち合わせしてた時に見せたら、もうそれだけでな。とか言ってもう一人やばいっすよ小籔さんとか言って、もうマネージャーもなんか嬉しそうにしてくれてて。でもあれ嬉しいよね。嬉しい。だって俺ですら嬉しいもん。ラストに自分が。そうですよ。あのとこでガーンって出て横山さんの名前。ちょっと表示時間短いんじゃないかって。もうちょっと長くしないんだ。めちゃくちゃかっこいいから。あれは嬉しいよ。そう出たら。しかもなんかオープニングの演出がもう良すぎた。あれかっこよかった。正直かっこよかったですね。本当にあのオープニングがかっこいいです。あと音楽。はい。でででんって流れた時来た。青木さんが作ったあれよかったね。かっこよかったですね。むちゃくちゃかっこよかった。結構いろいろもうオープニングでもこうシュー来た新作って毎回思いますけど、じゃない感覚がやっぱありましたよ。本当に。でやっぱ忘れてるんでストーリーやっぱりもう1年半ぐらい間が空いてるかもね、発売までで言うと。あなたそうで、なんだったら外伝やっちゃってるんで、よく一回全部流れちゃってる涙で。そうなんですよ。えぐいぐらいやっぱ涙出たんで、外伝でそれ8の内容すっぽり抜けてるわってぐらい、本当に外伝良かったです。この場で話すことじゃないかもしれない。外伝めちゃくちゃ良かった。はい、外伝良かったですね。はい、そういう気持ちでしたね。はい、ありがとうございます。では次、ちーちゃんの好きなところを。はい。こちらも配慮上でお話しますけど、絆散歩のストーリーをだったらいいかなと思って選びました。彼女のこう好きなものに結構絆散歩ってね、それぞれのキャラクターに応じてあるんですけど、彼女がこういろんなものをね、ちょっと秘めつつな女の子なので、今作そういう中で絆散歩で一番と喋ってる時にふと好きなものを好きだと言える瞬間を一番にだけ見せてあげるというか、でそのそばにいる仲間にもちょっと共有するっていう、トミーとか足立さんとかにも、なんかそれがすごく可愛らしく等身大の彼女に見えて、私はすごい好きでした。絆散歩すごいストーリーがよくって、常になんかこうそばにしーちゃんを感じれる、そういう距離感をすごい大事にしながら収録もしてたんですけど、いざやってみるとなんか我ながら怖いなちーちゃんっていう、それやっぱ一番視点でプレッシャーというか、怖いそういうこと言うんだねとか、バラ好きなんだとか、なんかそういうところが等身大ですごいなんかありのままで荒れてる彼女がすごく好きです、私は。もうなんかあれは一つの発明だよね。いやすごい本当に、なんてことはない話なんだけど、話っていうかシステムなんだけど、全然本編と関係ないああいう裏側を見れるって、やっぱ昔から例えば漫画で言うとこうスラムダンクとかでも例えばこうちょっと二頭身のキャラが出てくるちょっとしたこうあるじゃないですか、漫画みたいな。ああいうのに近いんだろうなと俺は思ってて、ああいうのがいっぱい入ってる回って人気あるんだよね。なるほどね。日常会。そうそう。本筋ギャグっぽいというか、ああいう日常的なところがやっぱ見たくてでキャラが好きになる。俺漫画におけるあれだと思うんですよ。これって。でそういうのをゲームの中にやっぱ入れると、そのキャラクターは好きになれると思うんですよ。だからすごくいい発明だなっていうか仕組みだなと思う。いいシステム。あれってやっぱりそのどのタイミングでやってもなんかこうホッとするというか、やっぱいろいろほっこりした感じ。そうダンジョンで疲れた後しみるしね、やっぱ戦ったなと思ったらしみるし、すごい好きです。歩いてるのも楽しいですもんね。そうですね。
りがとうございます。はい、では続いて、これ龍が如く8に登場するキャラクターに1日だけなれるとしたら誰がいいで、足立さん即答でしたね。わかんない、なんかすごい好きっていうのはありますけど、南波さんと2択だったんですよ。で、まあでもやっぱ足立さんの人生ってなんか自分からはすごい程遠い感じするというか、やっぱ私のお父さん、パパと今53とかなんですけど、パパなんかやっぱそれぐらいの空気感ってまだパパ53なの？はい。母48。ちょっと思ったんですけど。母 48？はいとかだってこれ。あれやべえ、母もう1個上とかためとかじゃん。俺とかで、そうか。めっちゃ若いんですよね。足立さんとかだから、そっか、足立さんもっと上だもんね。そうなんです。60超えても。そうなんです。だから余計にやっぱそこってまだ未知というか、むちゃくちゃ未知なので、なんかそうやって考えると。ちょっと経験してみたいかも。1日だけならみたいな。1日だけならって感じですね。そんなに体重いんだみたいな。確かにかもしれないですね。体感してみたいかも。腰が張るぜって確かに言ってますもんね。あの体で腰はね張らないよ。あんな筋肉ついてたら。そう CM でびっくりしたもん。すごい体してる。がたい良すぎるんだよな。いやすごい憧れありますね。なるほど。生活。はい。そして次、龍が如く8の極み技で一番好きな技。これねいっぱいあるんですけど、ワイルドダンサーのこの北条の仮面ってあるんですけど、徐々に回復してください。ふっほふっほってあるじゃないですか。可愛いですよね。そう仮面パってこう取ってこうやってやるじゃないですか。あれなんか私すごい最初トミーで経験して、これってもしかしてみんなボイス違うよねって思ってちょっと桐生さんにしてみたりとか、一番にしたらやっぱ全然違うんですよ。あれってベース誰だったんだろうと思って、なんかもうリズムじゃないですか。ふっほふっほふっほほって、でもちょっと結構一番とかも違ったりしてて、これ誰が最初に発明したそうやったんだろうってすごい気になったんですよ私。多分デモ的に誰かがやってんだろうな。でそのデモをそうデモっていうかその場で多分演出が言ってんだと思う。こんな感じでお願いしますっていうのを、例えば千葉さんとかがこう言ってそれに真似していただくっていう感じの収録だと思います。バトルなのかな。だからバトル班かな。かもしれないですね。むっちゃ気になると思って、なんか聞いてみたかったと思って。でもそういう楽しみがすごい詰まってて、みんなにワイルドダンサー経験させてくれるみたいなのがすごい好きでした。くのいちもめっちゃいい技多いんですけどね。はい、くのいち。侍もめちゃくちゃ多い。すっごいいい技多いんですけど、喉たちのこうカッて後ろにちーちゃんが行くのとか、回り込むやつかっこいいですよね。あれたまらんと思って、あれとかもすごい好きでした。こういう会話を飲み会とかでしてんの？例えば。好き同士で。でもなんかそう意外と私知らなかったんですよ。周りが龍が如くをやってるって。そうか、今回のでそれですごい知るのか。ですごい来て、あれこんなに仲間いたのってなって、でもやっぱそれで語りに行きたいってやっぱみんななります。でもそうなんじゃないかな。俺らやっぱさすがにな飲み会とかでこんな話言うからな。ですね。黒田が好きみたいな。ファン目線ですからね。こういうの質問されたらいくらでも答えられちゃうのも事実です。まあそうなんでしょうね。ネイチャーヒーリングっていうのがあるんですけど、その一番最後の技で、コンテンポラリーのダンスを多分ベースにしてると思うんですよ、映像を作る時に。とかもそういうのも全部聞いてみたいし、スタッフさんとかにすっごいもう背景バー弾いて虹かかって花徐々に全部咲いてむっちゃお金かかってるって見た時思ったし、そういうのにいちいち感動してた。ネイチャーヒーリングの極みとかすっごい楽しかったね。そういう遊び方はやっぱありました。ありがとうございます。ガチオタすぎるって書かれてます。それにでも気づけるってことは皆さんもガチオタってことですよ。確かに。これ見てるような人たちみんなそう。仲間増やしちゃう。ありがとうございます。では最後の質問です。龍が如く8をプレイした感想を教えてください。これも本当に。これもいいのかなって感じですけど、その展開していく中でやっぱりハワイとその私はベースでハワイにいる方ですけど、やっぱその桐生さんたちの物語だったり一番のパートだったりっていうのが分かれるので、すごくやっぱりなんていうかな、そこの面白さってこの龍が如くが大好きだからこそ味わえる楽しみだったり、
で逆にこうエンディングノートとかをちょうどやってるとちょっと切なくなっちゃったりとかして進めないみたいな時とかも遭遇したりするので、なんかやっぱその二軸の面白さっていうのが皆さん的にはめちゃくちゃ楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに一プレイヤーとして楽しんでいましたね。本当言えること少ないんですけど私喋りすぎ。いや違う時間今ね何時なんだろうなと思って時間が歪んでんなと思って、もうどれぐらい時間が経ったんだろうかっていうのは大丈夫だよ。もう30分も喋ってますまだ30分だそうです。私。はい怖いよ。まだまだいきます。まだまだいきます。私も気づいたら1時間喋ってるからそうでも本当にいろんなこう面白さがあるじゃないですか。どんどことかもそうですけど、やっぱ進んでいくうちにサブストーリー。ちなみに今どこまで行ったの？私今12章。潰しながら行ってる。そうですよ。そりゃそうですよ。だってPS5 閉じるたびに75% とかちょっとずつパーセンテージが増えていくんですよ。それがね何より切ない。最初終わっちゃうのがね。終わらないで。同じ人いないかな。なんかね私本当そうなんですよ。なんかその最初結構進めたなって始めた時に閉じたら 1% って出てえってなったんですよ。結構ね。あれビビるよな。マジで。みたいな。間違えてんのかな。俺も。ミスったセーブみたいな 1% ってなって、でも今もう気づけばそれがじゃあもう相当埋めながら言ってんだね。そりゃそうですよ。寂しいですもん。エンディングノートなんて始めてみてください。そりゃ寂しい。いやどっち派もいると思うんですよ。だってクリアしてさ。そうかもそうかも。その後で潰していくって人もいるし、いろんな人いると思うんだけど。私ほらラジオ好きだって話したじゃないですか。アフターシックスさんのあれがねやっぱすごい好きで、結構ラジオ自分のラジオでも話したんですけど。そういえばこの間先週の打ち上げでは話してた。はい話しました。アフターのチーム。はい。ずっと話してました。もうね感動したっていうことをすごい愛を伝えさせてもらったんですけど。ちょっとだけ俺のツイッターとか関係者のツイッターで出てたかもしれないですけど、ツイッター X ねとかで出てたかもしれないですけどね、打ち上げやったんですよね。そうですそうです。はい。で行かせていただきまして。龍が如く維新外伝8の3シリーズ。タイトル合同打ち上げみたいな。そうですね。500人弱ぐらい。すごい空間でしたけど。めっちゃ怖かったです。いろんなね作ってる。でちょうど前回のリュースタ TV でねやってきてくれたアフターシックスジャンクションのチームとかも来てて、作ってる人とかねみんな来てすげえ話聞きたいって言うから、うないさんとかと超喋ってたもんね。皆さんともお話しさせてもらって。楽しかったですかアフター？めっちゃ楽しかった。すごいですよ。ストーリーが進んで、いやハワイにいて、ハワイにいて、あれこれっていやまさかねハワイにいるハワイの話してくれてるラジオでみたいな。すごいあれほんとすごい。アフターシックスジャンクションのチームの裏側。どうやってラジオを作ったかってそろそろなんかどっかでインタビュー出ると思うんでぜひ読んでほしいんですけど、もうね俺も初めて知ったけどもう涙なしには聞けないぐらいこんなにあれカンパケで俺らも来てるから途中を知らないじゃん、どれぐらいの大変さがあったのか。だけど作り直したり全部撮ってから撮り直したりしてるの。言ってたこない言ってた。中身に合わせてとかゲームのとかだけじゃなくて曲っていうか音作ってるラムライダーさんの音の作り方とかマジやばくて、それぜひねちょっとインタビュー出た時皆さん読んでいただきたいんで、今日喋んないけどここまで考えて作ってくれてんだっていうのもちょっとビビっちゃって。すごかったです。打ち上げでも話しててすごいでしょ。ビビりました。ずっと話してるあの人たち。でもやっぱりリュウが大好きなんですよね。そこがベースなのがやっぱ私好きって気づけてよかったと思いました。ラジオの機能。こいし、例えばその歌丸さんが言った一言の言葉で、この世界にはこういう設定があるんだってなって音全部作り直すとかそういう世界なの。そうなんですか。この世界にはこれは存在してたんだとかなかったんだってのこう。じゃあ俺の解釈は間違えてたみたいな。みんなだから設定とかないじゃん、ラジオの中身のあれに。だから歌丸さんとかもノートとか書いて台本を起こしながらそれをまた構成作家が一個一個。この間僕橋本 P と対談したんですよ。そうなんだ。赤坂クリエイティブサロンとかいうやつで TBS さんが主催してるそれ YouTube 上がってるんでちょっとご覧になっていただければ橋 P がものすごい勢いでその中どうやって作ってったかってその話も見れたりする。見よう。ぜひ皆さんもこの後
私も見よう。長いっすよあれも1時間半ぐらい橋本さんそうなんですね俺も含めてですけど喋ってますから。でも見れちゃいますよ。本当ですか。だってやっぱ絵代わりゼロですけどね2人だけですからねそう大丈夫、耳でもちゃんと聞いてるんで。でもやっぱそういうのがもうめちゃくちゃ素敵だなって思いやだうんですよね。からもう本当今回打ち上げやってみてじゃないけど分かったけど、その稲見さんもそうだけど龍が如くが好きって人結構集めたんですよ僕実はこの2年で。で龍が如く好きって人を集めちゃうのが一番クオリティが安上がりに上がるんですよ。当たり前なんですけど解釈間違えてる場合もあるかもしれないけどそれは置いといてもラジオなんかもう最たるもんで、あんなの俺たち作れないから一から作れていやあれはすごかった本当に。龍が如くが大好きなラジオのプロの人たちなら作れるかもしれない。いや作れる。そうっていういろんな好きな人たちを方々から集めてチームを作ったからで出演陣もやっぱそうしたからなるほどな。さあだからやっぱあなたもそうだったしわよかった。そう好きでよかった。まあそういう人たちがやっぱやってくれるから理解度というか、いやそうなんですよ。こうじゃダメっての自分で一番わかるし正直、あこの芝居じゃないのもわかるしとかでもこうしてみるのもチャレンジだなとかいっぱいやっぱ試せるし楽しめるっていうのがめちゃくちゃ出演させてもらって醍醐味だなと思いましたね。いや本当いいプロジェクトできたなと思ってね、打ち上げでも大感動しいまやーすごかったした。この人たちとやれてよかったと思って本当にありがとうございありがとうございま。ますすありがとうございます。ありがとうございます。はい。では質問は以上でおしまいとなります。ありがとうございました。本当に長々とご清聴龍への愛をいっありがとうございますぱい話していただいてもう本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい。では以上龍が如く一問一答のコーナーでした。はい稲見さん引き続き最後までよろしくお願いします。ではさあここからは H 木所さんのコーナーに参ります。H 木所さんよろしくお願いします。はい参りますよH ところです。よろしくお願いいたします。はい行ってみましょう。ニュースとグッズ紹介よいしょ稲見さんありがとう稲見さんありがとうはいということでですねここからはですね私 H 木所がですねブリンバンバンブリンバンバンとね紹介していきたいと思いますので稲見さんついてきてください。よろしくお願いします。任せてはい、任せてはい、もうこの皆さんのリアクションだけがですね、もう命の支えとなっております。はい、ということでですね、皆さん行きますよ。じゃあいつものいいですか？こっちのカメラですか？行きますよ。バッチーオッケーということでですね、皆さん行ってみましょう。今日はですね、樋口さんの方がなんとアシスタントで、バッチーオッケはいしてくれるそうなので、皆さん盛り上がっていきましょう。それでは Here we go。まずはこちら。はいということでお口の恋人でおなじみのロッテさんのビックリマンチョコとのコラボレーションがなんと実現しました。ということでですね、その名もビックリマン悪魔 VS 天使 39th Anniversary 龍が如く特別コラボシール付きセットとなっております。すごいぞ。いやー出てますよ。はい桐生一馬と春日一番をモチーフに書き下ろした特別デザインのコラボレーション、シートですね、シールの方が2枚封入された特別商品となっております。販売数量はですね3000セットの数量限定となっております。皆さんここでですね、ちょっとご注意いただきたいんですけど、こちらの方ですね普通の中身ビックリマンは、普通のビックリマンのですね、中身が入っているものとなりますのでご注意いただければと思います。はいということでですねこちらは4月23日正午よりですねロッテオンラインショップの方で限定販売される予定でございますのでねこの機会をお見逃しなく。はい、しかもですね今回コラボシールは特別な書き下ろしだけじゃないということでですねそれぞれ裏面を合わせると1枚の絵になるんです。おーファンタスティックということでですね素敵なギミックたくさんのですね、ステッカー今回樋口さんお持ちいただいてるんですよね。はい。これ実物です。実物があります。はいヘッド桐生のここ、ヘッド春日のここ2。はいありがとうございます。ということでですね裏返すと実はですね本日4月1日はビックリマンの日ということでですね4月1日はですね一般的に人をびっくりさせるエイプリルフールの日ということでそこでビックリマンのコンセプトである人をびっくりしてねびっくりクリビスですねはいさせるこだわりの記念日としてですね日本記念日協会にもですねビックリマンの日正式にこれ登録されているということですごい。今日ビックリマンの日なんですね。はい、そんな情報も入れつつですね、はい今年はですねビックリマンチョコ悪魔 VS 天使の39周年ということでですね39周年と題してさまざまな取り組みを実施されているそうなんですね、ということでですねこちらのコラボですねぜひ皆さん一緒に盛り上がっていきましょうということで改めて樋口さんもう一回見せていただいていいですか。はい。はいこちらですねヘッド桐生ロココとヘッド春日ロココ2ですね、はい表見ていただけてますか。細かいんですよね。細かいです。実はですね持ってるものもスタミナ X だったりとか、バットだったりはいバットだったりとか、はいこういったですね細かいところまでしっかり入ってますのでぜひ皆さんお楽しみにということでなんとこれだけじゃないんです。裏見せてください。はい
なんと天下一通りがつながるんですね。表だけじゃないんです、裏もあるんです。ということでですね、かなり細かいギミックも聞いてますので、皆様ですねぜひお楽しみにしていただければと思います。ということで続きましてこちら行ってみましょう。龍が如く8とですねニューエラさんとのコラボがなんと実現しました。はい、ということでですね、あれこれ詳細は後日になるんですが、今日ですね実物なんとスタジオに来てます。はい、ということでどうぞ皆さんのお持ちいただいているのでそれぞれ、はい、これ全部でですねなんと6種類ございます。かっこいいですよ。かっこいいニューんですよ。エラって書いてある。めっちゃかっこいい。はい、樋口さん中見せていただいていいですか。なんか何種類こちらはあれこれは普通でしょ。裏はい、じゃあ稲見さんのかな。はーい。はい、これはねこ中にれタイトルが入ってますね。はい私のは。これですね。はい、どうぞ。こちらですね。あ皆さんかわいい中をぜひ映してください。ここにですねかっこいいはい、なんとこれですとですね王龍が入ってたりするんです、ね。ああ、そうだね。はい、で横山さん今お持ちいただいているのが、これが真島真島になります入ってる。はい、そういった形でですねかなり細かいこだわり入ってます。側面から裏であったりとか真ん中のロゴの中とかですね、まあいろんなところにこの細かい資料が入っておりますのでですね、ぜひぜひ稲見さんいいですね。稲見さんいいですね。でも一番シンプルかもしれないですね。これが。そうね。うん。横山さん被ってるのめっちゃかっこいいまあこれ。これでこうさっき出てた画像に近いよね。クールですね。で後ろに8って横山さんとこは入ってた。これも入ってんのこう入ってます後ろあ、入ってる入こってうめっちゃかっこいい。る。うん。いやーいいですねいいですね。なんかいつも一人なんでねこうやって一緒にやっていただいてもうちょっと涙が出そうですね。確かにな。いつもソロだもんな。はい、いつももう被ってしまったんですけど、帽子めっちゃお似合いですかはい、ありがとうございます。ということでですね、以上が、ニューエラさんとのコラボになります。よろしくお願いします。ということで続きましてはこちら、ドン・キホーテさんとのコラボがなんと決定いたしました。ということでですね、はい樋口さん見せてちょうだい。はい。こういった T シャツがドン・キホーテさんから発売するそうなので交互期待ということで。はい、ということでですねこちらもですね後日発表となりますので皆さん待っていただければと思います。これデザインはこれなの？これはもうはいあ、なんか男らしいデザインだよ。はいもう一本勝負です。もう一本勝負だよね。一本勝負です。はいもう全然もうはい逃げもバカ隠れもしないです。可愛いみたいなもう。はいうん。エイトだっていうところをもうはいひねらねえんだよ。いや好きよこれ。かっこいい。はいめっちゃ好き。はい。ということでですね、はい、こういったものもまた以外にもですね、こちら詳細後日発表しますのでお楽しみにしていただければと思います。さあ続いてはフィギュアの情報となっております。毎回いろんなフィギュアですね、ご紹介していると思うんですけど、今回ですね龍が如くシリーズより春日一番と桐生一馬の入れ墨姿がスタチューフィギュアで登場しました。全高約 170mm に凝縮されたですね歴戦の重さの力強さ皆さん感じていただきたいな。はいお願いします。ということでですねセガストアをはじめとする全国の EC ショップホビーショップ量販店にて絶賛ご予約受付中というところでですね、はい今日はさらにインフォメーションございます。はい島野の狂犬真島五郎が入れ墨姿となってスタチューフィギュアディグスタで登場というところでですね象徴的な般若の入れ墨であったりとか真島五郎が醸し出す男の魅力最大限に表現したフィギュアとなっておりますので、はいこちらもですね、2024年4月よりですねセガストアをはじめとする全国の EC ショップホビーショップ量販店にて予約を開始しております。またですねセガストアで、限定特典といたしましてはいお願いします。はい、セガストアでご予約いただいた方にはですねこれ今皆さんですねフィギュアであったりとかアクスタあとぬいぐるみですね撮影の需要かなりあるんです。ありがってますね、今ね。いいんですありがたいんです。これどんどんですね皆さん撮影していただいて投稿していただきたいと思います。そういったものにも使える今回のこちらのクロスとなっております。こちらがですねフィギュアとディスプレイできるクロスが付属しておりますので、こちらの方も現在予約受付中となっております。はい真島はですね予約4月から、予約開始となりますのでぜひお手に取っていただければと思います。それではテーブルの上の実物見せてください。はいありがとうございます。南さんぜひ回していただいてですね背中の入れ墨見せてください。失礼します。桐生さん。おおかっこいいですね。すっごい細かい。細かいね。ズボンの質感とかもすごい。すごい。シワの。ああすごいねこれ。筋肉の筋が違うんですよく見てかね結構この入れ墨がどこの場所まで入っているっていうのがこれ大変なんですよ再現するの決まってんだよね。
この脇までここが入り込んでるとか、すごい。あとお尻にここまで隠れてるとかなんだけど、入ってるね、しっかり。ズボン履いた時のね。そうすごい。かなり忠実に再現されてるので、はい、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。一番もかっこいいですよ。真島がこれね、マジこれ嘘つきです。兄さん顔がすげえ似てるよ。すごい。かっこいい。目が。これ難しいと思うんだよね。鼻めっちゃかっこいい。すごい。そのシワもすごいですよね。すごい。これすごいわ。はい。マジめちゃくちゃかっこいい。一番も。まあ俺は必要はないけど、まあそうだね。ぜひぜひ。でもそう。はい。すごいとは思う。お願いいたします。はい。ちょっと今回辛めのものいったので、次甘めのものいきたいと思います。4月の25日よりですね、こちらの方なります。はい。次のスライドお願いします。はい。こちらでございます。お待たせいたしました。世界 UFO キャッチャーオンライン限定で登場いたします。はい。実物ですね。ぜひぜひお持ちいただいて、高さ24センチとなっております。迫力サイズの春日一番と桐生一馬。この可愛らしい。可愛いですね。はい、めでたくなりますということでですね、一味違うこのヘアスタイルとかがですね、今回かなり細かくこだわっております。あとですね、春日のアロハシャツの柄であったりとか、はい、パンツのズボンのハーフパンツの折り返しの部分とか、そういう細かい部分までかなりこだわって作ってますので、ぜひぜひスタジオの実物見ていただければと思います。お願いします。すごいよ。すごい。はい、稲見さんに持っていただいているのが桐生一馬となっております。はい。可愛い。で横山さんに持っていただいているのが春日一番ですね。はい。すごい髪のこの顔の表情ですね。この外のここいる？そう。顎ひげしたのね。顎ひげした。ニジャゴみたいな。可愛いけど。気合入ってる顔だから。ここが切り返しっていうのところです。はい。そこですね。ズボンの切り返しであったりとか、はい。かなり深い部分。サンダル可愛い。はい。出ますので、ぜひぜひ皆さんですね、オンライン UFO キャッチャーぜひ楽しんでいただければと思います。はい、続いての情報いきたいと思います。はい、ということでお願いします。はい、続いての情報はですね、ポップアップ、はい、ショップになっております。はい、ポップアップ、はい、もう一回言いたかっただけですね。失礼しました。はい、こちらポップアップショップについてですが、4月の12日からですね、21日まで新宿丸いアネックスの2階イベントスペースにて、龍が如くのポップアップショップが登場します。ではこちらでゲットできる商品をご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。龍が如く8トレーディングホログラム缶バッジ全8種となっております。こちらはですね、ハワイの輝く太陽をイメージしております。キラキラ光っていただいてるんじゃないでしょうか。ホログラム加工されてますので、はい、こちらお楽しみいただければと思います。1パックですね、税込み550円となっております。続いてですね、龍が如く8のトレーディングミニアクリルブロック全8種、こちらの方もですね、立てたり重ねたりと小スペースで飾れる仕様になってますので、収集のしやすさも魅力の一つでございます。1パックですね、税込みで880円となっております。続いてはこちら、龍が如くクリアファイル。はい、このクリアファイルですね、何が今までと違うか、これ新規書き下ろしなんですね。はい、このポーズ見ていただければと思うんですが、これアロハリンクスのアロハのシャッターサインの部分ですね。はい、春日一番と桐生一馬のクリアファイル、使い勝手の良さですね、抜群のA4サイズとなっております。税込み440円。はい、続いてですね、龍が如く8どんどこアイランドストロー付きタンブラーということでですね、このタンブラーがまた可愛いんですね。冷たさに応じて本体の色も変わるとなってですね、結構いいですね。思いのほか容量大きいです。はい、なのでぜひぜひというところですね。はい、お好きなドリンクを入れてどんどこしてみてはいかがでしょうか。ということですね、こちら税込み4180円となっております。そしてキノコスから龍が如く人気キャラ3人が登場しますということでですね、自立するぬいぐるみ素材の新しいフィギュアということになっております。さあまだまだありますよ。こちら龍が如くの T シャツですね。はい、こちらはですね、ちょっと今までになかったこのロゴであったりとか、こういったものをですねあしらった T シャツになっております。 MLXL の3サイズ、お出かけの時もですね家で着ていただいてももうバッチリです。シーン決めちゃってくださいということでですね、龍が如く以上です。トレーディング看板アクリルキーチェーン全6種となっております。シリーズの作中に登場するおなじみのスポット、あのスポットこのスポットどのスポット、はい、看板アクリルキーチェーンでございます。手のひらサイズの集めて楽しいサイズ感にこだわりました。1パック税込みで770円となっております。どんどんいきますよ。龍が如くランチトート8クレイジーイン
ごアいロハッピー2種類のデザインがございます。税込み価格、3080円となっております。めっちゃ可愛い龍が如くビーツタペストリー来ました。龍が如くといえばこれですね。タペストリー桐生一馬春日一番の両アロハバージョンの2種類税込み3300円となっております。龍が如くハンドタオルも、出ておりますね。こちらも桐生一馬春日一番のアロハバージョンアロハッピー、こちらはですねなんとアロハッピーも入っておりますので、3種類税込みで880円となっております。龍が如くアクリルスタンドですね、来ました。アクスタお待たせしました。こちらアクスタでございます。龍が如くですねといえば桐生一馬春日一番のまたアロハバージョンですね、今までになかったアロハバージョンが、追加となりました。税込みで1650円となっております。長く喋りすぎてしまって申し訳ございませんでした。こちらでですね以上となりますので、樋口さんぜひ実物見せてください。お願いします。はい、こちらつながりますよ。あ、本当だ。つながるんです。なんとパラソルつながってます。あ、本当だ。すごい。パラソルが、はい。下のベンチもね。はいもうこれ2枚買うしかない。間違いない。ぜひぜひ並べて飾ってみてはいかがでしょうか。で、これ一部がテーブル、今紹介したやつの一部がここにあるってことはね。すごい。すごいいいサイズ感。いつから龍が如くってこんなになったの？なんか昔大門ピンバッジとかつけてたじゃん。いつからこんな使えるの増えたの？これ可愛いよ。可可愛い。愛いですよ、クレイジーイーツの。いや、ほら、初めて龍が如く系の袋で欲しいと思ったかもしれない。可愛いですよね。これ可愛い。可愛い。アロハッピーツアーズの。アロハッピー、これも可愛いよ。最高。可愛いあ、これ全然。これだってちゃいいです小学生がお弁当とか入れててもおかしくないじゃん。あ、確かにもうこ全然れからの可愛い。時期ピクニックにしぜひぜひ。タンブラーめっちゃ大これめきいんですよ。っちゃ欲しいこれ。横山さんめっちゃこれ食いついてた。これ超いいよ。これキーホルダーにチャンピオン街とか超可愛い。チャンピオンが欲しいんですよね。最高マジで。で、あとキャバレーグランドね。うん。あ、グランドいいっすね。超いい。これめっちゃいいわ。私自分がオープニングでクレジットでしたから、やっぱポッポとか。あ、ポッポもマジめっちゃ可愛い本当に。どうですか、稲見さん気になるのとかありますか、この中で。もう全部欲しいです。私やっぱ T シャツ結構稽古着とかではい着たいんで。はいポコの T シャツとあとやっぱチャンピオンこれが欲しい。可愛いよ。これマジ可愛い。可愛いですね。これは欲しい。ねえ、うん。これは可愛いよね。あえてのこれでもいいですけど、じゃあ決説言ってもいいけど、これはマジで普段使いできちゃう。できちゃうね、珍しく。文字 T って割と流行ってるから流行ってる今そう結構可愛いなと思いました。あと缶バッジ、ちーちゃんのグッズと思ってあらちーちゃんのグッズ。これな嬉しいって思いました。どうですか、自分で。いやむっちゃ嬉しい。本当に嬉しい。これもね、これはどうやって使うんだろう、置いとくのかな。使い方はないんだよ。はいこういうのアクリルブロックっていう。そうはいこうやって飾っとくんだもう置いて楽しんでいただいてみたいな小スペースでもマジ可愛い置いていただけますので。可愛い。すごい嬉しいです。はい、これらのアイテムですね、なんとですね、新宿丸いアネックスのですね、2階イベントスペースに登場する、ポップアップショップにてゲットできます。4月の12日からですね、21日までの期間限定の開催となっておりますので、皆さんお急ぎください。はい。ということでですね、駆け抜けてまいりました。はい、今回ですね、生配信なのでかなり、緊張してまして、もうですね、心臓バクバクでございます。そう見えない。皆さんがいてくださって温かい反応皆さんありがとうございました本当に。はい、ありがとうございますということでですね、いいですか皆さんありがとうございました。最後一回やらせてください。いきますよ、バッチーオッケーということでですね、石どころのグッズ紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかった。たくさんの紹介ありがとうございます。はいはい。そしてですね、リュースタ TV 第29回放送も後半に差し掛かってまいりましたが、冒頭にお伝えした重大発表とのことで横山さんから発表していただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。まあ、サクってさらっとやりましょうね。はいじゃあスライドどうぞ。はい。お龍がお、新作。出演者オーディション開催決定という。いや出したばっかじゃねえのかと思うんですけれど、間違いはい、新作作ってますよと。ただ僕はね、いつも言ってます。ゲームクリエイターは常にゲーム作ってるんで、常に新作は作ってるんですよ。ただまあ発表できるかどうかっていうのはありますけど、なるほど今日はですね、新作の出演者オーディションをやりますよってことだけの発表です。はい。はい。なので、どんなオーディションなのか、ほどんな新作なのかっていうのはまだ言えますう。内緒。おけど、そろそろ告知出るんで、応募したいような方はチェキラウトということですね。はい。チェックしといてくださいよと。しといてください。
だからちょっとだけヒント出しておくと、あ、欲しい。前回龍が如くセブン外伝で、はい生キャバ嬢オーディションってのやりました。はいはいはい。はい。近いですやっぱね、ネタ的にはというかオーディションとしてはなるほど南さんみたいにガチの出演者というか、そのいわゆる主演クラスのオーディションはそれはまあそういうふうに公開ではやらないんで、ね、それはまた別なんですけど、そうじゃなくて一般の方がご応募できる龍が如く新作のいわゆるオーディションをやりますよっていうことなんで、なるほど。はい、それだけちょっと今日お伝えしていこうと思って、なんでっていうとそろそろ多分情報出さないといけなくなってくるんで、ちょっと今日はいやりました。ちょっとたまたまね4月1日だったんでちょっと発表しないようにしようかなと思ったんですけど言うと嘘って言われたらどうしようと思って。エイプリルフールだからさっきなんか聞いたらエイプリルフールって午前中までなの？そうですね。一応嘘をついていいっていうのが午前中まで。そう知らなかった。もうこれは嘘じゃないんだよ。まあ嘘じゃないですけどね本当に。こんなドカンとやってね。いやー、新作。はい。新作のオーディションをそろそろ始めますので、はい。はい。また龍が如くスタジオの仲間になりたいというか、なるほど。一緒にやりたいと思ってる方はちょっとチェックしておいてもらえると、その時にご応募いただけるといいかなと思いますってことで、本当何にも今日出しませんよ、それ以外は。うわー、いやでももう十分十分ですよね。もう十分です。新作タイトル。今後の龍が如くスタジオにご期待ください。面白そうっすよ、新作。へえ。俺が言うのも変だけど面白そう。応募しよっかな。応募しよっかな。したら、いやすごいな。ちょっとどうなんだろう、楽しみ。いやすごい。はい。いやでもこれだけでも十分めちゃくちゃ嬉しいですよ。そうですよ。ファン目線としては、はい、もうめっちゃ嬉しい。わあまりにも書かれるからちゃんと指定しといた方がいいのかもしれないですけど、極み3ではないです。あ。なるほどね。あまりにも書かれるんですよ。そうなんですね。ただ言っときますけど、どっかのタイミングでやると思いますよ。極み3は。どっかのタイミングではね。それはね、いつかは絶対やると思う。ただこれは違う。ってことだけは言っときますと。先に確定で。はい、どんな新作なのかということで、今後ご期待ください。はい。はい。ではそれではここからは事前に X にて募集させていただいたファンアートをいくつか紹介いたします。はい。それではよろしくお願いします。可愛い。可愛い龍が如くお絵描きまとめということで、こちら2024年の年賀状を書いていただいてるんですかね。辰年ですもんね。まあ年賀状というか。2種類。可愛いですね。アップしても詳しく見たいですね。皆さんぜひ X で検索してそうです。見てみてください。いやなんか最近こうたまたま見た映画。はい。よく見ると、あ、これ龍が如くのキャラなんだとか、龍が如くのなんかネタなんだってのがあるんですよ。だからこうなんか普通に流れてくる中で普通のかなと思って見てたら、あ、これ龍が如くのことそうあります。なんだみたいなのが結構あって、かなり書いてくれてる人多いですね、そういうのね。そうですね。創作していただいて。これとかもうちょっとおしゃれですよね。どっかに誰かが仕事で発注したのかなって一瞬思っちゃう。本当グッズぐらいのクリアファイルみたいなね、発売されてそう。なんか T シャツの柄なのかなみたいな思っちゃうじゃん。確かにちょっとすごく可愛い。すごい愛がありますね。正直言うとですよ、もう僕ぐらいのちょっと立場になると、正直このグッズとかもう分かんないです。どこで誰が動いて中身決めてるか、なるほどね。大雑把にこことこういうことやりますよとか聞いてたりもするんですけど、ここのチェックまではもうチェックの専門のチームがあるんで、相当ガチガチでそっちがやってくれてるわけじゃないですか。横山さんこれ見てください、これねって一個一個チェック来ないですよ。いやしてても大変ですしね。だから他にやることあるしみたいな。ツイッターとかその X で見る他の人の投稿もちょっとこれグッズかなと思っちゃうんですよ一瞬。なるほどね。確かにそれくらいね。クオリティが高くて、そうそうそう。分かんなくて、はい。上手な人多いですからね。やっぱ勝手にグッズにされて売られたらそりゃね、もうそうダメだけど。訴訟もんなんですけど、それはもう別として。いやすごい皆さん盛り上げてくれててありがたいなと思いますね。嬉しいですよね。ありがとうございます。ではもう一枚お願いします。これもだよな。いや本当そうですね。これ色鉛筆ですか。ねに見えますけどね、すごく繊細に。一番のアロハシャツの柄すごくないですか。すごいです。色が。写真。すごいですね。これどこじゃない。なんか超似てるわけでもないじゃん。だからトレースとかじゃないじゃない。だからオリジナリティがあるけど分かるっていうね、元ネタが。いいです
すごい上手。これちーちゃんはどこですか？ちーちゃん左の左上上ですね。ちょっと意味深な。横がたまらない。いや本当かっこいいし。あそこちょっとソニー固めになってるね。ほら、本当だ本当だ。距離近め。はい。すごい上手でありがとう。ありがとうございます。はい。嬉しい。では皆さんご投稿ありがとうございました。次回の放送でもファンアートを紹介しようと思いますので、ぜひ応募ももちろん応募していただいている作品へいいねをつけて応援もよろしくお願いします。はい。でそしてご応募方法はこちらになります。龍が如く公式アカウントをフォローいただいて、ご自身の X でハッシュタグリュースタ TV ファンアート募集をつけて画像を添付して投稿をお願いします。ファイル形式は問いません。詳しくは龍が如く公式サイトに詳細を載せておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい。はい。続いては YouTube に書いていただいた前回の放送のコメントを紹介いたします。お願いします。ラジオのあれ誰かと思ったらシャチホコさんだったんだ。いやびっくりですね。前回の。いや。打ち上げ社長子さん来てくれたじゃないですか。いらっしゃってましたね。で来た途端に俺に振られてやってくれたじゃないですか。はい、いかがでした？見てみて。すごいですね。びっくりしました。あ、そうか。あなたたち打ち上げも司会やってたから、はい、横で見てたの。そうです。横のもうちょっとビビらない？いやすげえと思って。至近距離で見るとあれすごいです。あんなこんなパッとできるんだっていう。あれ本当にでも社長子さんにやるよってお願いしますとか言ってないから俺。とことっていらっしゃって。なんかみんな挨拶とかしてた時に社長子さんがやってきたからちょっと頼んできてっつってそれでいきなりあげてもらったんだから。予備練習なしであれだから。プロぶれないですよ。すごいですね。もう毎回同じなんですよ。すごい。あれもすごいなと思って。難波と春日の掛け合いみたいなのその場でパッてやってくださるんですよ。すごかったもう。いやでもだからこの間のラジオでね、皆さんご覧になったと思いますけど、あの精度がいつもなんですよ。いやすごい本当に。いいですよ本当に。キャスト陣の席みんな一斉に振り返りましたから。なんだ？なんか来てんのみたいな。すごいのってなってましたやっぱ。いや本当すごかった。社長さんすごいですよ本当に。ただあれテレビでやるわけにいかないんでね。うちのネタにはなってしまいますけど。いやでもやっぱすごいやっぱ好きとしてはもうって感じでした。いやもう本当に好きですね社長子さんも。マジですげえ。嬉しいですね。本当に。ずっと喋ってましたもんね。ウエイトのどうクリアした後のね。ずっとしましたね。そう。すげえなと。いやありがたい。いや本当そうですね。ではもう一つお願いします。次回作もその日になじられる歌丸が見たい。よかったですね。その日と歌丸さんの掛け合い。はい。ありがとうございます。では最後にお願いします。ラジオコンテンツ機能が素晴らしい上に番組がアトロクだったのは本当に最高でした。ぜひぜひ次回作もお願いします。稲見さんも聞いていただいて。本当に面白かった。すごい良かった。うないアナと出会った時にまさかなとは思いましたけど、開いてみたらその話してるし。こんなつながるんだ自分のストーリーと思ったらすごいワクワクしましたね。ぜひ聞いてないよって方いないと思いますけど、ぜひぜひ見逃さず。ゲーム中もそうですけど、前回のリュースタ TV もアーカイブで見れるので、ぜひちょっとご覧になっていただいたり、あとその TV アトロクの方に僕が出た回そうでしたね。あれも多分ラジコとかでまだ聞けるんじゃないかな。多分聞けると思うんですよ。で僕が出た時実はこんな深いこと喋ってくださいっていろいろ用意されてたんですけど、当たりのね紹介ぐらいで終わっちゃったんですよ。時間が45分経っちゃって、だからもうなんかもうほとんど俺何も喋らないで帰ってきちゃった。珍しいでしょ僕があんま喋れないで帰ってくるって。確かに。歌丸さんとねハッピーが喋って終わっちゃったのよ、コーナーが。でその後橋本プロデューサーと実際アトロクのゲーム内の台本というか構成を作った構成作家の方が2人でどうやってこの1話1話のエピソードを作ってたかっていうのを真剣に語ってるコーナーがあるんで、そこでめちゃくちゃ中身が分かるんでどうやって作ってたか、一度やって裏側が知りたいって方はぜひその回の「アフターシックスジャンクション2」をラディコかなんかで聞いていただいて、聞きます。裏話聞きます。すごい嬉しい。ありがとうございます。はい、さてまだまだ皆さんとおしゃべりしたいところなんですが、終わりの時間が迫ってまいりました。ということで今回もニコニコ生放送をご覧の皆様に向けたプレゼントの発表を行います。はい、で今回のプレゼントはこちらです。はい、
ハワイアンズで先行発売させていただきましたこちらのパーカー。これハワイアンズでめちゃくちゃ着てる人いたね。そう。行きたかった本当に。こちらが前ですね。はい、こちらが桐生だ。はい。こちら2名の方にプレゼントします。パーカー。8ビットのキャラクター可愛いですよね。はい。絶対に自分はプレイしてないお父さんが着させられてます。ありがとうございます。息子さんと娘さんに買わされたと思われる。はい。ありがとうございます。着させられてました。ありがとうございます。では今回もはいですね。キーワードを稲見さんに発表していただこうと思います。これにしよう。なんだろうなんだろう。はい。でしょう。キーワードはこちらです。See you next アロハッピーにします。この流れを組んでこれしかないって今思いました。ありがとうございます。では今から1分間 See you next アロハッピーの書き込みお願いします。これ大好きだったマジで。いやいいですね。あの言い方すごいですよね。アロハッピーちゃんアロハッピー渋くていいですよね。裏返りネクストアロハッピー。言い方がすごい好き。はい。癖になっちゃう。いやこの横山さん持ってるトートめっちゃ可愛い。これめっちゃ可愛いな本当に。めっちゃ可愛いですね。本当に可愛いこれ。これはいいよ。可愛い。へえ、これは可愛いな。超可愛いマジで。ディーン&デリューカハワイよりこっちの方がなんかそれはないそれはないそれはないですけど。同じくらい可愛い。いやクレイジーさん可愛いそれ。もうね。配色がめっちゃいいですね。でもなんか最初俺こっちかなと思ったけど、こっちいいね。出てくとこっちが良くなった。これいいね。でこのねやっぱロゴがいいんですよ。そうそうそう。看板ロゴめっちゃ可愛かったから。可愛い。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終わりです。書き込みありがとうございました。当選者の方には後日スタッフがご連絡いたしますのでお待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではそれではそろそろお別れの時間となります。あっという間。はい。今日出演していただいた稲見さんにコメントいただきたいと思います。はい、いかがでしたか？めっちゃ楽しかったです。いろいろと騒がしちゃってすいません。いえもう楽しくて、私もすごい喋り出したらずっとおしゃべりしちゃうタイプなんですけど、今日はもうこんなにたくさんのグッズを目の前にもできて、めちゃくちゃ全部欲しいので、ぜひ皆さんお見逃しなくゲットしてみてください。また呼んでもらえたらいいなと思ってます。リュースタ超楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。美味しかった。あれですよね。先ほどのはいなんと本日の20時からセガストアでもオンライン販売しておりますので、はい、今もうしてますんで皆さんぜひチェックしてみてください。ストラップも買えるですよ。可愛い。現地しか買えなかったものがなんと透明な袋とかいいですよね。めっちゃ可愛い。いやそうですね。クリアのジップついてるやつめっちゃ可愛い。ぜひ皆さんセガストアチェックしてみてください。はい。欲しい。ではそれでは最後に横山さん本日のコメントいただいてもよろしいでしょうか？はい、一問一答コーナー、なんかレギュラーなんですね。はい。来月誰もいなかったらもう一回稲見さんに任せてください。そういうこと。まあまあなんか数珠つなぎに行けたらなと思うんですけど。そうですね。まあ今日ちょっとね先出しでオーディションの発表しましたけど、はい、新作作ってるのはまあ作ってるんですけどいつでも、はい、おもろいの作ってるので、ちょっとまあオーディションの情報のが先に出てゲームの詳細って後かなとは思うんですけど、はい、これからもリュースタ TV とか龍が如くスタジオの情報をちょっとチェックしておいてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは今夜のリュースタ TV これにておしまいとなります。皆さんご視聴ありがとうございました。See you next アラハッピー。